今回はこちらのニューコットンベビーカラーナンバーは36を使って、ヘアバンド、春夏用のヘアバンドを編みたいと思います。かぎ針は、4号から5号の、仕様の表示になっていますが、3号で編みたいと思います。最初の作り目、鎖から作り目を編むんですけど、そちらだけ最初に4号を使って編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、20目編みました。そしたら針を3号針に変えます。はい、針を目に入れて、そしたらこの輪の、ゴムを用意します。これも100均で売ってると思います。細いタイプの方を使います。先に編んで、手前に輪を持ってきて、輪に針を入れてから向こう側にこのように目に針を入れて、細編みを編みます。こんな感じで、やりやすい方でいいと思うので、こんな感じになっていきます。これで20目編んでいきます。これで20目になったと思います。立ち上がりこれかな。2、4、ろうやと12、14、17、18、20ですね。はい。そしたら
そのまま立ち上がり鎖3目編んでひっくり返して、この根元の目ではなくて隣の目に針を入れて長編みを編みます。この立ち上がりの鎖目も、長編みの1目として数えるので、最初の目は飛ばして次の目に針を入れて編みます。そしたら1目鎖を編んで1、2、3目細編みを飛ばして4目目に長編みを2回編み入れます。このように。そしたら鎖を2目編んで、また同じ長編み2目編んだ目に長編みを2回また編みます。そしたら鎖1目編んで、また1、2、3目飛ばして4目目に長編みを編みます。そしたら隣の目にまた長編みを1目編みます。で鎖を編んでまた1、2、3目飛ばして4目目に針を入れて長編みを2回編んで、これ先ほどと同じ鎖を2目編んで、また同じ目に針を入れて長編みを2回編みます。同じ目に入れて編んでいきます。このようになります。そしたら鎖を1目編んで1、2、3目飛ばして4目目に長編みを編みます。で最後また隣の目に長編みを入れて、これで2段目ですね。2段目が終了します。3段目また立ち上がり鎖3目編んだら編み地をひっくり返して長編み、根元の目ではなくて前段の長編みの内側の目のところに針を入れて長編みを編みます。そしたら鎖1目編んで、今度はこの前段の長編み 2目の間にあるこの鎖目のところに針を側に入れて長編みを2回編みます。そしたら鎖を2目編んで、また、側にこの穴のところに針を入れて長編みを2回編みます。こうなります。そしたら鎖を1目編んで、前段の長編みのところにまた同じように長編みを2目編みます。今回は同じ目ではなく隣の目にこのように2目編みます。そしたらまた鎖を1目編んで前段のこの
このハートの形になってるところの真ん中のこの鎖の部分に側に針を入れて、このように長編みを2回編んで、また鎖を2目編んで、また同じこの穴のところに側に針を入れて長編みを2回編みます。たら鎖を1目編んで、前段のここの長編みのところに長編みを編みます。最後ここの立ち上がりの鎖目は、上のこの3目目のこの鎖のところにこのように針を入れて長編みを編みます。こんな感じになります。はい、そしたら繰り返しになります。これを、これを今2段編んだ形として、10段編み進めてください。はい、このように2、4、6やとこちらの編み方を10段編んできました。そしたら立ち上がりまた鎖3目編んで編み地をひっくり返して、この内側の長編みのところにまた長編みを編んで鎖を1目編んで、この穴のところに長編み2目と鎖2目、もう1回長編み2回を編んだら、鎖を5目編みます。そしたらこの前段の長編み2目の間に針を側に入れて細編みを編んで、このように留めます。そしたらまた鎖5目編んで、そしたらまたこちらの編み方を編みます。長編みを2回編み入れて鎖2目、また長編みを2回、はい、このようになります。はい、そしたら鎖1目編んで長編みを2目編んで終わります。はい、このように編んできました。そしたら立ち上がり鎖3目編んでひっくり返して内側に長編みを1目編んだら鎖1目編んで、また側に針を入れて長編みを2回編んで鎖を2目編んで、また、側にこの穴に針を入れて長編みを2回編みます。そしたら、次は鎖を3目編みます。そしてこの前段で鎖5目編んだところのこちらの2目目に針を入れて細編みを編みます。
で、ここでもう一回5目2、3、4、5目鎖を編みます。で編んだらこちら側の、鎖5目のところの2目目、こちらにまた針をこのように入れて、このように入れて細編みを編みます。2目目だったらどのような形で入れてもいいと思います。はい。私は、こう鎖をこう拾う感じでこのように拾う感じで編みましたけど、別に2目目だったらこういう感じで裏山のところと、表側の鎖半目を拾う形でもいいですし、どんな感じでもいいと思います。この2目の中の2つこうすくう感じにした方がいいとは思います。こういう感じですくいます。そしたらまた1、2、3目鎖を編んで、また側に針を入れて長編み2回、鎖2目長編み2回編んで終わります。鎖編んでこちらの最後のところ長編み2回で編み終えます。このようにこの真ん中のところが長編みじゃないところに入って2段このように交互に編んでいきます。最初は鎖5目、次の段は3目鎖編んで5目鎖編んで3目っていう形で編んでいきます。2、3鎖1目編んで長編み2回鎖2回編んで長編みをもう1回2回編んで、今度は前段が鎖3目でここ鎖5目で鎖3目のこの編み方だったので、今度は鎖5目編んでこちらの真ん中に側に針を入れて細編みを編みます。でまた1、2、3、4、5目編んで針を入れて長編み2回細編み2回また長編み2回編んで鎖1目編んで長編みここの長編みの両端の長編みの後に鎖を編むですけど、ここの鎖1目を忘れがちになっちゃうかもしれないので気をつけてください。1、2、3では
繰り返し編んでってください。こちらから鎖編みを入れた感じになって、1234567891011121314151617181920段編んできました。32段目からはまた、真ん中のところを長編み2目編んでいくだけなんですけど、一応編むところを説明します。はい、このように編んで鎖1目編んで長編みを編んでいくんですけど、ここの鎖の真ん中のところに針を側に入れて長編みを2回このように編みます。でまた鎖を1目編んで、ここは一緒なんですけど、また長編み2目編んで鎖2目編んで長編みをまた、この穴のところに2回編んで鎖を編んで、最後のこの長編み2目を編んだら32段目が終わります。あとは、最初と同じように編み進めてください。はい、このように10段編んできました。12345678910編んできました。そしたらあとは細編みでこのようにゴムをつけるだけなので、ここで一旦スチームをかけたいと思います。はい、そしたらこのようにスチームをかけてきました。最後に最初につけたゴムに編みつけたいと思います。最初に鎖立ち上がり1目編んで、目に針を入れてからゴムを針の上に置いて細編みを編みます。ゴムを針の上に置いて細編みを編みます。このように編んでいきます。前段長編み2目編んだところを編み終えたら、これ編んでなかったで、この真ん中の、鎖2目で編んだところだけは、側に針を入れて細編み1目だけ編んで、次のこの長編みのところの目に移ってください。ここのところも真ん中の長編みの両サイドのここの鎖1目のところも
ちょっと入れづらいので、このようにもう一回側に針を入れて細編みを編めばいいと思います。細編み、長編みのところは細編み2目編んで、また側に針を入れて細編み1目、ここのところ長編みのところ細編み2目編んで、で、真ん中の鎖2目だったところは側に針を入れて細編み1目、また、前段の長編みだったところに細編みを2目編んで、最後もここも、こうやって鎖のところ1目鎖のところですけど、入らなかったら側にこのところに針を入れて細編みでもいいです。最後、長編みのところに細編みを入れて、最後この立ち上がりの前段の立ち上がりの鎖3目の一番てっぺんの目のところに針を入れて細編みを編んで終わります。これで20目になったと思います。1234567891011121314151617181920、はい、20目編み終わりました。そしたらそのまま糸端を始末して終わりになります。自分だけ残して糸をカットして、これはもうほんと適当に裏側にこのゴムの入ってるところにこのように糸端を入れて、ちょっと戻る感じでこういう感じで編み入れていけばいいと思います。はい、そしたら糸をカットして、はい、出来上がりました。はい、こんな感じです。長さは半分、こんな感じで測りますけど、22.5、この 22.5、幅は、真ん中ら辺は 8.5。 ちなみにこういう感じでも測りますか。半分ですけど21.5 くらいです。はい、もう軽く仕上がりました。残りの糸もこのぐらいあります。半分ぐらいしか使ってないと思います。もう一つできるかもしれません。軽く仕上がってます。この夏編んでみてはいかがですか。